チキラドメタ14です。今回は世界2位が教える戦術講座第2回やっていきたいと思います。突然ですが皆さん問題です。今一番強いユニットは何でしょう？ゴブリン？違う。バルキリー？違う。ネクロ？あ、そうなんですよ。今一番強いのが実はスーパードラゴンなんですよね。皆さん知らなかったと思うんですけど、スーパードラゴンで強いんですよ。今日はね、戦術講座としてこのスーパードラゴンをやっていきたいと思います。今一番強いユニットやっぱね、紹介した方がいいかなというところで、今回紹介するのは純正スーパードラゴン型っていう形で、スーパードラゴンもいくつか種類があるんですけど、例えばスーパーノバだったり花火型、この辺はねやっぱ今までのドラゴンライダーにも合わせる形が多かったんですけど、クローンとかね、インビジブル使ってスーパーガーゴリをバッコーンってやったりとか、バルーンに対してクローンかけてドッカーンってやったりとか、派手なんだけどそっちもね強いと。ただ今回はやりません。今回はベーシックなレイジフリーズのみの形になります。なおかつボマーです。これがねマジで強くて、今回はねスタドロのアタックでやっていきたいんですけど、全部ボマー型なはずです。はい、なんだろうね、タウンホールケアに突撃艦を投げるよりもスーパードラゴンそのものでタウンホールを見た方がねやっぱ強い。わざわざタウンホールに突撃艦投げる必要もあんまりないっていうのが多いかな。で、気をつけなきゃいけないことは実際にリプレイ見ながらいろいろ見ていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。こちらですね。基本編成は呪文はレイジが4枚、フリーズが5枚、ポイズンが1枚。まあ配置に合わせてスケルトンとか1枚2枚積んでもいいのかなってとこです。で、スニゴブとかアーチャーでサイドカットを行ってますね、今回は。細かくヒーローパートを使うところだったり、スーパードラゴンのサイドカットは入れてあげてもいいかな。特に1対40枠なんで、スーパードラゴンって。さあ、サイドカットが済んだところっていうのと、スーパードラゴンってありえないぐらい時間早いじゃないですか。ドラゴン系全部だと思うんですけど。そうなった時にね、序盤にある程度10秒20秒ぐらい使ってあげてもいいっていうところ、ここ1回止めます。このね配分がねこの戦術で一番大事なところで、タウンホールに向かいすぎちゃいけないんです。向かうのはね1体か2体で十分で、あと全部横の方に進めます。で、全てのユニットにトームがかかる、これがね理想です。ちょっと1体漏れてはしまってるんですけど、ほぼ全てのユニットにかけるっていうのを意識してみてください。当然バルーンもで、ボマーのポイントなんだけど、絶対にタウンホールに向かわせないような形で、この編成ってタウンホールに流れてしまうとかなりきついので、それが失敗してしまう理由の一つです。なのでタウンホールに向かわないようにするっていうことと、エアスイーパーは極力当たらないような形でするっていうところが大事です。はい、それを意識して他のリプレイもこの後見ていきましょう。さあ、レイジ、エアスイーパーも若干かかるところ、レイジを2枚ボンボンと打ってあげて、キングクイーンを外周部流してあげる形。エアスイ吹かれるんですけど、クイーンたちがねサイドカットしてるおかげでエアスイ吹かれても流れずに進んでくれます。で、これねスーパードラゴン1体か2体向かって、それに対してレイジフリーズをかければ全然タウンケアできるので、なので割とタウン近いところのタウン脇からボマー型で進める、これが死ぬほど強い。で、あとはフリーズをいい感じにバンバン打っていくだけです。強くて速くて簡単っていうところでね。ただこのボマー型もねある程度ねちょっとやんなきゃいけないところがあって、やっぱタウンホールにスーパードラゴンケアしようと思って向かわせすぎちゃうんですよ。これがね失敗のね生んでしまう形で、本当にもう最悪タウン向かわなくてもいいやぐらいで一体流れてくれたラッキーぐらいのやつが一番強い、ぶっちゃけ。それでいけるんかいっていうのがめちゃめちゃ多くなっちゃって、前回としてはねあんまり綺麗に見えないかもしれないんだけど、一番強いのそれなんよ。今回もねしっかりロイヤルチャンピオンに呪文残すっていうのが大事かな。基本的にスーパードラゴンに対してレイジフリーズでご利用していって、クローンとかでタウン周りでユニット増やせるわけじゃないので、最終的にこれロイヤルチャンピオンが刈り取ってくれる前回が多くなるんで、ロイちゃんのために呪文残すのが必要です。なので配置によってはフリーズじゃなくてやっぱスケルトンとか積んでもいいかなって思うんですけど、基本はフリーズ5枚の方がね楽かなと思います。さあ続けて見ていきましょう。呪文構成もユニットの配分もほぼ変わらないです。基本はこれで、今回はエアスイーパーがこういう向きで吹いているので、エアスイーパー逆らない6時側からスーパードラゴンをぶっ込んでいく形になります。面の取り方も割と単純かな。さあテスラもなさそうだねっていうのをここら辺
罠チェック、スニゴブからのバルーンで。で、クイーン出していきつつ、はい、これです。コミックないね。はい。ここで、さっきも止めたところなんですが、ボマー、本当はボマーも入った方が良かったんだけど、まあしょうがないね。でこのレイジはタウンホールを殴るスーパードラゴンもレイジ乗ればいいなっていう形でしっかり乗ってますね。これ完璧なレイジの打ちどころ。さあフリーズかけて、これでタウンホールは取れるんです。うん。普通の編成ってタウンホールのケアに、例えば食い火なら食い火で取りに行くし、兵器を使わなきゃいけないっていうのが普通だったと思うんですけど、この編成に関してはユニットでタウンが取れるんでね。しかもトームを合わせる必要がないっていうところがこの編成の一番の強いところなので、さあキングも止めていくようなフリーズ。ちょっと今回はね、真ん中ぶち抜く部分が薄めになってしまってるんですけど、流れすぎて。こっからでも取れるのがね、この編成。まあドラドラ系だね。まあ、かなり苦しそうには見えますが、2倍速ぐらいで見ていきましょうか。他のアタックもあるのでね。まあ、大事なのは面取り。面取りと配分ですね。ユニット配分が一番大事かな。タウンホールに1体、2体進んでくれて、そっちにレイジフリーズドッカンと。まあ、今回かなりギリギリの全開にはなってるんですけど、中心部にイバナが置かれてた感じなのかな。はい。まあでもこれは確かに6時から行きたいなと思ってた配置だったんで、ギリギリですが、はい。前回をしていってと。まあ割と共通点見やすいのでね、真似してみてください。はい、次。今回はちょっとライトニング積んでますね。確かにライトニングっていう選択肢もありですね。さあ、スニゴブでサイドカット。6時カットで、このエアスイーパーをライトニングで壊していく形で、9時、まあ、91だと思うけど、ですね。うん。さあ、展開していって、当然、ボマーは逆サイド、タウンホールと逆サイド。若干離れかけたので、早めにトム打ちましたね。で、レイジーしっかりタウンホールも殴れるような形で、トルネは出ますが、今ライトに打ったね。一瞬で壊れたね。これが強いよ、本当に。突撃艦みたいなもんだよ、このスーパードラゴン突撃艦です。そういうイメージ。で、別のとこにもボマーというものが使えるって形かな。これとかもうかなりきついし、もうめちゃくちゃやんみたいな感じだと思うんですけど、流れに流れてね、これでいけちゃうんですよ。このユニットはね、むしろこういう方が強いっていうバグユニットなんで、さあ、ボマーから来たドラゴンライダーも強いでしょう、こうやって。さあ、外周部しっかり流れてきてはいるんですけど、基本なんかフリーズバンバン無駄打ち初手にね、どんどん打つんじゃなくて、こうやって残してあげると。ライトニング2発使ったにもかかわらず、まだレイジフリーズが残ってるんでね、今回も。まあ割と最後フリーズでどこ止めるか判断するゲームになりやすいので、そこに関しては確かにちょっと、どこに打つかっていうのは考えてあげるべきかな。さあ今回もちょっとこっから1分あるのでね、飛ばしていきましょう。スーパードラゴン強すぎんだろみたいな全開。いわゆるそういう全開です。だけどこれが強いのよ。さあこれで回収していって全開と。割とシンプルですよね。さあ続けていきましょう。編成は元に戻ってライトニングが抜かれてる形。じゃあ逆に問題だ。どこからやると思いますか？エアスイーパーに関してはこういう向きで吹いているので、ライトニング積まないってことは基本的にはライトニング、エアスイーパー逆らわないような場所から行きたいですよねってところを視野に入れつつ、もう答えは一択だなっていうところで分かったと思いますが、まずはスニゴブサイドカット、逆サイドクイーンサイドカット、もう早めに来そうですね、これは。さあ、バルーンからのベビーで逆サイドカットしてあげて、スーパードラゴン広げて、はい、ボマーも結構広めにとって、ここでトームなんですけど、ほら、これタウンケアしてるように見えます？ 1 体2体ぐらいしか本当に向かわなそうでしょ。で、こっちに関してはベビードラバルーンでサイドカットしてるのって、これでいいんですよ。これがね、最大、これが強くなっちゃうので、レイジもしっかりタウンホールに向かうようなスーパードラゴンたちが、レイジ乗るような形で、はい。さあ、フリーズで奥も固めつつ、ちょっとレイジがずれて乗っちゃったんでね。形、
ちょっとレイジもうちょい奥だとよかったかもしれないんで、打ち直しましたね。これもね、かなりなんかずれてんな、ウォーデンそれちゃったな、みたいな感じだけど、これが強いんよね、結局。うわ、クランジを殴ってたのにマルチ IT が折れましたよ。見ました、今。さあ、クイーンのクロックを温存させるっていうのも非常に大事かな。まあ、どの戦術においても大事なんですけど、特にドラゴン系は最終区画まではクロック残すのがね、本当に強いです。さあ、ウォーデンを失ってもこいつらユニットがね、ユニットパワーが半端ないので、ウォーデンなしでタウンケアできて、ウォーデンなしで進むメインユニットってやばいよね。それをね、最大限活かしていく編成になります。火力の暴力ってやつね。火力と体力の暴力です。もしかしたらもうできなくなるかもしんないからね、また弱体化とかが入ってきて。まあ、すごい簡単そうには当然見えるんだけど、まあ、なんか、意外とコツとかがあってしっかり、まあ、やってみればわかると思うんですけど、この最初の面の取り方で本当に勝負が決まって、逆に言うとそこでしか差をつけられないんで、ほぼ。面取りでしか差をつけられないので、そこに関しては、そこに命注いでくださいって戦術ですね。さあ、どんどん見ていきましょう。ほぼ同じ編成で、ほぼ全ての配置をいけてしまう。まあ、ほぼ全ては持った。ほぼ全対戦同じ編成で攻めれてるんですよ。これがいかにすごいことか分かります？一つの編成だけでほぼ全ての対戦終えてしまうっていうのやばいよね。さあドラゴン展開していって、もうなんだろう、もうやってる人いるかもしんないけど、最初どこで面取るか予想してみてくださいね。次のアタックとかもどういう面取りして、しっかりもう共通点一緒なのですごい分かりやすいと思いますよ。教科書としてボマを逆サイド絶対に展開して、タウンホールに 1,2 体レイジもかけつつ突破させる。で初手のレイジはタウンホールもかかるようなレイジが絶対です。はい、今回めっちゃ綺麗に誘導できましたね。これかなり綺麗に誘導できてる。中心部ウォーデンもついて真ん中貫いて、これめっちゃいい展開だな。これめっちゃ綺麗。よいよいよい。さあ貫いていって、ストライカーも今回持ってきてたんですね。ストライカー相手のキング合わせていって、今回めちゃくちゃいいですね。で結構スタドラは多めに残すんだけど、レイジも結構ロイちゃんとかに残すような形が多いですね。レイジロイちゃん強いからな。結構スーパードラゴン死んじゃうことが多かったんですけど、今回は2体も残っていって、裏から回収も入れてフリーズも2発。これめっちゃいいね。これはね、中心部への向かわせ方がめちゃくちゃ綺麗だった。今回4ヒーロー、まあ最後キング死んじゃったけど4ヒーロー残りつつフリーズも2発余っていって、これでクロークも残ってますからね。ガーサス、これはめっちゃ綺麗だったね。強くない？さあやっていきたいんですけど、お、スニゴブ5体になってますね。まあ、さっきから見てるんでね、さっきもやったと思いますが、どこで面取るでしょうかっていうところも見つつやってみてください。はい、結構な量のアタックを見てるんですけど、スーパードラゴンって全開までの速度が速いので、そんなにね長くはなってないのがすごいですね。アタック自体はもう何戦も何戦も見てるんですけどね、今回はスパドラにしては結構長めの時間になったようですね。2分40秒ちょっとの全開です。さあアーチャーとバルーン展開して、スニークゴブリンでサイドカット。こっちはアーチャー使ってテスラチェックしてましたね。でアーチャータワーを一瞬で折れると判断してサイドカットをしているような状況。いろんなとこサイドカットしてますね。さあスーパードラゴン来た。このスニゴブ、そうか、アーチャータワー削ったことでこのスニゴブでこの辺を一掃させたいっていう狙いだったんだね。さあ上から来ました。ボマーもしっかり残してトムで、レイジはしっかりタウンホールにかけていきつつ、逆サイドもレイジを使っていくと。レイジの打ちどこもしっかりスーパードラゴン乗るようにしましょう。結構タウン裏シングルであっても全く問題なく突っ込むことが多いですね。さあこれはフリーズをシングル側かな、打ったけどちょっと遅かったですね。もっと早めに打てれば最高だった。さあタウンホールもしっかりもう全然大丈夫っていうことが今日分かったと思います。
タウンに1体進めばタウンホール取れるんだってことが分かったらもうそれだけで OK です今日は。ちょっと苦しめな呪文になっちゃってますね。1個前の方が呪文の感覚が良かった。今回はちょっと遅れて打ってるのでどんどんユニットが溶けてったりって感じなので、ただやっぱ今回もレイジロイちゃん残してますね。まあこれはクイーンに残すのかな、そうなると。フリーズかけて投石を折り切りつつ、あとはヒーローパートと。さあ、ユニコーンが残っているので、これは疑似的な食い火ができるわけですね。ユニコーンにレイジが乗ることで回復量で勝っていって、展開と。はい。まあ最初、アーチャーとかね、スイゴブで綺麗にカットしつつって形です。はい、本日ラストアタックです。正直ね、あんまり、割と一辺倒なんで言うこともね、なくなってきたんですけど、今回ようやくちょっと変わった形しましたね。スニゴブです。タウンスニゴブしてからのスーパードラゴン、こういうのもありですね。その分ユニットサイトのでスーパードラゴンの数は5体と減っています。さあ、一気に罠解除ができました。さあ、かましていって、インビジブル。タウンホールはゲットと。はい。で、外、スニゴブでカット入れてますね。クイーンで、こっち使っていくんだ。援軍がかかるっていうところで、こっち側に持ってった形かな。さあ、今回もボマーはちょっと右側に寄せて打ってきましたね。さあ、レイジ。タウンホールのケアはスニゴブでやったおかげで、さあ、対地クロスもかけつつ、ストライカーを相手のキングに寄せていって、相手のストライカーはスーパードラゴン反応してくれましたね。だんだんなんだろう、言うこともなくなってきたんですけどもうなんだろう、今日のこれ繰り返し見るだけですごい理解できるんじゃないかな。テンプレ的な攻め方があるアタックの方が説明しやすくて、これはこうしてこうするべきですっていうのを忠実にやってるんでね、スタドラとかは。もう典型的なスーパードラゴンラッシュっていうのをできているので、前回が取れてるんですよね。やっぱコツは面取りとボマーの使い方、ボマーのタウンホール逆への広げ方っていうのが大事なのと、初手のトームに全部ぶち込むってこと。初手トームやったことない人はね、もう騙されたと思ってやってほしい。もう初手トームと初手トームなしのやつをフレチャリとかで試してみればいいと思う。配置によっては当然初手トームじゃない方が伸びることもあるんだけど、基本は初手トームの方が強くなるから。スーパードラゴン5体でもこうやって全然2体残るぐらいのね、余裕のあるアタックにはなるので、タウンホールがこんなに外にあるならね、タウンケアを隅っこごぼりでやっていくのもありかなと思います。はい、というわけでね、今日は合計7本かな、それぐらい見てったと思うんですけど、どうですかこれ、スーパードラゴン。結構ね、日本だとスーパードラゴンっていうと、ノバとか花火でやる人が多いと思うんですよ。あとは突撃艦スタイルの人がすごい見てて多いなって思うんですけど、実はね、いらないんです、突撃艦。正しい面取りをしてあげれば、こうやってね、ボマースタイルでも取ることができて、特にその辺はスタドラかなり練習してるので、タイミングだったり出す配分っていうのが良かったですね。その先に関してはフリーズのタイミングだったり、レイジの場所だったりっていうのが非常に大事になってきて、今回は何回も言いましたが、タウンホールのところまでかかるレイジと、守り、スーパードラゴンを最低限で守ってフリーズ、残りはロイヤルチャンピオンに残す呪文って形になります。あとね、個人的に言いたいのが、今までドラドラとかインドラスケルトンやってた人に言いたいんだけど、ドラドラとスーパードラゴンって全く別の戦術だと思ってほしい。同じ感覚でやると結構こける。僕もね、その辺を意識してからスーパードラゴン強くなりました。僕のスーパードラゴンはそこを意識して強くなりました。花火の面取りとかも、スーパードラゴンとドラドラって普通に展開のして方とか若干違うんだよね。インドラとドラドラの使い分けに関してはシングル IT とかそういうのはあるけど、この辺ちょっと感覚で覚えなきゃいけないところだから、やってみて自分の中で、こういう広げ方の方がいいんだみたいな。結構って感じになるんでね。ドラドラやることで昔のライドラッシュのめちゃくちゃもう初手全部固めトームの気持ちがわかるような感じにはなりましたかね。初手のトームかけたドラゴンが1体だけタウンホールに向かうようにコントロールできるようになると、一番最大効率で
火力が出る編成になります。今回はね、やってることは単純なんだけど、意外とコツが必要な戦術でした。ただね、やっぱ今が旬だし、これからこれ以上強くなることは絶対ないと思うんで、この編成。ここからスーパードラゴンの強化が来るってことは絶対にないと言い切れるぐらい今のスーパードラゴンより強くなることって多分ないから、今覚えちゃえば、今一番強いスーパードラゴンだと思うんで、ぜひ練習してみてください。一番前回、タウンホール14で全開取りたいって言ったら、まずはスーパードラゴンを覚えるのが今は一番いいんじゃないかなって思うぐらい強いと思います。花火とかね、別のスタイルのやつもあるんですけど、その辺はまた別の動画で紹介したいと思います。今回はボマー編でした。見ててどうでした？感想とかいただければ嬉しいんですけど、これでいけちゃうのっていう、これ強いなーっていうのが多分ね、目の肥えた人たちの感想だと思います。そうなんですよ。これでいけるってことをね、体で覚えるのが一番強い。これでいけるんだっていうのを覚えて、その感覚を他の配置でも出せるようにしていくっていうのが一番大事なんだけど、この戦術に関しては。その辺はマジで練習量だったり、いろんな配置攻めることが必要で、スタドラはかなり練習してますね、その辺。というわけで、今日は戦術講座スーパードラゴン編でした。今が一番強いスーパードラゴンを習得してみてはいかがでしょうかというわけで今日はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録お願いします。また次のお会いしましょう。さよなら。